ティグランドドロンです。今回はね、ナビ VS スタースカイというクランですね。ナビ最初に入ってた LP って選手が昔スタースカイで参加してたりとか、まあその辺の選手たちがね、いるクランになりますかね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、先行ナビの方からガク、クイヒのスーパードラゴンですが、インビジブルとスケルトンが結構入ってますね。で、リターン型という形で、インビジブル3枚は何か目的がないとここまで多く積むことはないので、何かやりたいことがあるんじゃないかなと思います。ホーミングヒットしてヒーラー追加していく。まあ、クイーンのところまでこれはやっていく感じになりそうですかね。で、何もしないのを見ると反対サイドかなと思ったんですが、エアスイーパー完全タウンホール吹いちゃってるので、まあ、このやり方だったら、ギリギリですが回収。ここは6時ですね。そうですね。6時に入れて、8時のクイーン前のところから入れて突撃簡単ホール。ワンチャン花火なのかな、そしたら。どうでしょう。インビジブルなんでね。うわー。うざいな、それ。ヒーラーがこれで2体やられましたね。かなり端っこの方に罠を置かれていきつつ、ここはモノリスをターゲット取ってもらうために置いていきました、スケルトン。ただ、マルチ IT もちょっと外の方にかかってたので、スケルトンの方が結構早めに解けるような形になってしまってますね。さあ、ここはヒーラーも3体になっていることもあって、早めにクイーンの方にレイジをかけていくことで、まあ、ある程度警戒してというところですかね。やはりここは花火だったんですけど、ちょっとインビジブルかけたけど、解けてますね。タウンホールを落とすことができず、中央、クランジョのところまでは突破ができました。キングロイちゃんが一応手元に残ってるので、まあ、そこでタウンホールを取るようなリカバリーをしなきゃいけませんが、だいぶ渋いっすね、これは。キング入れるにも、ロイちゃん入れるにも、ちょっとハードなんで、まあ、ロイヤルチャンピオン入れる方が楽ではあるけど、伸びないって形なので、ここはキングで試みましたね。インビジブルとかで、両方行きましたか。キングでキングを担当させて、ロイヤルチャンピオンをタウンホールまで、まあ、両方をケアに使っていったイメージですかね。こういったリクスケルトンとかいろいろ出てくる可能性もあるんで、一番ケアというか、しっかり星2を確保するようなやり方で攻めていったかなという形ですね。まあ、なので呪文の方がこうして残っていくので、まあ、クイーンに使うことができるという形ですが、クロークは使ってるので、ここはインビジブルから入って、あとは時間があるかどうかですね。まあ、なので、時間使ってもいいので、ロイヤルチャンピオンとか、キングの方、また別の使い方するとかもありだったところですね。ちょっとフリーズ珍しく2回連続で外していって、ここは落ちていきます。81%。ちょっとね、珍しかったですね、額にしては。さあ、対戦相手、キャリーさん。この人は結構見たことありますね。防衛はシンセ。スーパーボーラー編成ですね。さあ、9時から置かれていって、反対サイド3時の方にシューターを置いていきます。まあ、対戦名前見てもらえばわかる通り、今回もシンセが入ってますね。まあ、ようやくいろんな大会、シンセも出れるような感じに。手続きだったり、クラン移籍っていうのがだんだん整ってきた感じですかね。まあ、移籍すると言ってもね、簡単にここからすぐ試合出れるかっていうとそうではないので、こうして昔からというか継続でやってた分は別のクランで参加してたらね、当然出れないので、おでひで9時のロイヤルチャンピオンのところまで、まあ、これレイジかけたならロイちゃん処理までやっちゃいたい感じですかね。ベビードラの両サイドカットして、迫撃のターゲットとか、ババーチャ刺してますね。ババーチャですが、2度目のところまでアーチャーはもう使い切りなので、これで落としきってほしいですが、しっかり落ちましたと。さあ、ここからクイーンで引っ張ってボーデン戻していきます。時間はちょっと使ってるようなイメージもありますね。うまいこと両サイド寄っていって、ここからスーパーボーラー展開していきます。
さあ、おでん像対チクロスのとこフリーズかけますが、被弾がなくなったと判断してヒーラーがクイーンの方をターゲット取らずスーパーボーラーの方にスライドしてしまいましたね。ただ、ここで再認識してくれてヒーラーがまたクイーンにつき始めました。これは熱い。さあ、外周部のところ、キングパリピウィズでカット入れつつ、中心部。援軍処理もちょっと際いラインでしたが。ラストフリーズもここに使いましたね。このタイチクロスが非常に鬱陶しくて、ここだけのために呪文をたくさん割いていきました。中心入れてジャンプレイジー、トムまで合わせています。そうなるとタウンホール裏のね、モノリスのところにスケルトンとインビジブルがあるんですけど、ロイヤルチャンピオンのためにここはほっときたいような感じなんですが、ちょっとクイーンがなかなかタウンホールの方に来てくれない上に残っていく。マジ？さあ、それはタウンホールにロイヤルチャンピオンを発信するしかないですね。クイーンの方も黒く咲きつつ、ディギーが一回ここは止めてくれるので、インビジブルのタイミングは少し待ってからですね。ロイヤルチャンピオンで落とせそうなんで、ワンチャンこれクイーンにインビジブル打つのもありですよ。フェニックスに打った。マジもったいない気がする、それ。一番ない選択肢な気がしますね。ここでロイちゃんに打つか、クイーンを延命するかの卓だったような気がしますが、どっちにしろなのかな。どっちか延命してたら、時間次第ではありますが、伸びた気がしましたね。さあ、97%。ちょっともったいないかなって思っちゃいましたね。シンプルに。ここも最後影響してでしょうか。さあ、クラウス。クイヒスーパーホグ。ちょっと早めに来ましたね。これは7時側に寄せたいようなカットには見えますが、ウッドランチャー持ってってるんですけど、ランチャー刺さりそうな角度は、4時のところか10時のところかみたいなところだと思うんですけど、ランチャー採用の意図に結構インビジブルタワーが2個あるんで、これワンチャン食い火に使う可能性までありますね。ロイちゃん当てたい。危ない。ギリギリですが、ちょっとストライク遅れましたね。なしで突破できるならできるようにしたいって感じだったと思うので、刺さなかったと思うんですけど。さあ、援軍の方はスーパーガーゴイルが釣れてます。ランチャー来ましたね。ベビドラで半実行サイドカットしつつ、ホーミングチェックのバルーン、さらにウォールブレーカーですが、このウォールブレーカーに関してはちょっと防衛施設がね、施設が入ってないんで溶けてきましたね。やはりここインビジブルタワー2つの解除という目的にウッドランチャー使ってきました。ちょっと直進的だし、距離も短いんでね、食い火1本でもできそうなラインなんですが、ここはちょっと遅れたため、クロークを吐かされていきます。ヒーラーも出てきたような感じはありましたが、援軍からね、一瞬でホーミングスって解けましたね。さあ、フリーズつけつつ、キングの方をマルチ IT に刺してますが、トルネ巨爆テスラリクスケみたいなもう、地獄のコンボで、キングの方だいぶ解けてます。さあ、地獄のコンボ、しっかりかかりましたね。クイーンの方にインビジブル打っていきつつ、スーパーホグの方もトムを合わせて進めて。急に詰まった。急になんか喉に入りました。さあ、失礼しました。さあ、裏の方にね、スケルトンの呪文を置いていって、クイーンのターゲットを取るっていうのと、クイヒーの方、ここフリーズ使って延命していきましたね。投石のタゲをしっかり取ることができてたので、ここもう一回そうですね。ちょっとクロークを、あそこで吐いた罪をフリーズで補うような形になってますが、呪文は割いたんですけど、もうスーパーホグのが全く止まらなそうなので、このまま全開まで持っていけそうですね。さあ、おでん像までギリギリですが突破ができて、ロイヤルチャンピオンも最後能力残った状況で回ってきてるので、クイーンは落とされましたが、もう問題ないですね。早めに来たってことで結構自信はあるんじゃないかなというアタックでしたが、ナイス全開か。壁の内側の施設とかも、しっかり回収できているというところで。スーパーホグ本体にしてね、サイドの部分っていうのをホグで取るのがやっぱり強いですね。今のウッドランチャー採用はすごい勉強になるというか参考にしたいですね。インビジブルタワー2つの配置って結構あったりするし、両方ともタウンホールかかってるっていうところとランチャーで解除ができるっていうのに、弱点だなって目をつけてやってったんだと思います。さあ、対戦相手、花火ですかね。ライトニング2発型なんですけど、
この角度、エアスイ両方下向いてるんですけど、これ、エアスイオールのこの角度で。すごいな。さあ、いいトームですね。マルチ IT 打ってるドラゴンにもしっかりトームがかかっていきつつ。これ、なんだタウンホールの真上の方で花火を入れていきました。これライトニング2本ミスかなワンちゃん。おー。まあミスですね、この使い方さすがに。まあ元々のプランが違うところからだったのかとか、なんか、何かがあって持ってきちゃったライトニングな気がしますね。もともと、なんだろう、レジェンド編成がこれだったから持ってきちゃったとか、別の角度からの攻めとか、別の配置考えてた時のプランがそのまま呪文入ってたとか、たまにありますよね、そういうの。さあ、ドラゴンパートの方は、結構いい感じに中央突破してくれつつ、エレクトロタイタン採用したことで、この辺も結構突破ができてますね。まあ、ライトニング2発分の呪文ちょっと欲しいっすね。ここ返してほしいな。フリーズ欲しいっすね、ここ。ビギーがフリーズを作ってくれました。あとはロイヤルチャンピオンとクイーンでどこまで伸ばせるかっていうところです。ロイちゃんの能力ができるだけで奥で使いたい。ここかな。いいブーメラン。あとは、時間も勝負の要因に入ってきそう。さあ、フロスティ入って、衰弱は入りますが、記録あるんでね、時間さえあればこれいけそうですね。さあ、ロイヤルチャンピオンもかなり端っこの方で勝利ができて、ディギーの方は引っ込んで、クロークあるんでこれはいけますね。ライトニング2発分は割とドヤーライトニングみたいな感じになりましたが、それでもこれがいけるってことで相当刺さってるようなイメージですかね。ディギーとフロスティと、ちょっとディギーは落ちたけど、ユニコーンもついてるので、これはもうクイーン落ちない形が出来上がってますね。さあ、フロスティが一発でも大砲に入るともう、衰弱が止まらない形。さあ、フロスティ、はい、もう一回衰弱ついて、直接攻撃も入って、ナイス全開。さあ、シンセ。なるほど。多分、スケルトンコウモリを一緒にできるとこだと、ここかな？どっちだ？シンセのスケルトンインビジブルは結構こういうグランジを巻き込まないところにやるのが最近増えてますね。これがかなりぶっ刺さってることも多くて。さあ、すごいよ。強い。もはやどう配置置いていいのかわかんなくなってくるよね。これがね、結構レイジタワーの弱点というか、レイジタワーの強みって、レイジタワーの範囲内に防衛施設をこうやってまとめて入れることなんですけど、こうなっちゃうともうレイジタワーのまとめて入れたところがごっそりね、スケルトンじゃないや、インビジブルコウモリで持ってかれちゃうっていうところで、これはね、レイジタワーの弱点をついた、もう最近の配置に対する回答策じゃないかな、これは。非常にいい拠点のコウモリですね。他の動画でも言ってるんですけど、シンセのアタックって基本的に呪文の方でアドバンテージ、最初に形を作って、残りヒーローでみたいな、削って、できるだけ呪文を最初に使って、兵器とかもいろいろ使って、あとをユニットで押していくっていうラッシュ系の戦術をね、ホグの時もラバルの時も多くやってるので、そういったアタックが中心かなと思います。今回、キングロイちゃんで、ホグ編成なんですけど、ロイちゃんは別パートで入れてきましたね。下からスーパーホグ展開スタート。クイーンの方でちょっと対地クロスまで折れればよかったんですが、さあ、援軍処理はロイヤルチャンピオンにやらせる形になりますね。見習いウォーデンもロイヤルチャンピオンにつけてるので、もともとロイちゃんはある程度単独で動かすような予定だったみたいですね。ホグ編成なんですけど、ちょっと面白い形で入っていきます。エアスイーパーはこういう形なので、ラバルよりはホグの方がいいなって判断なんじゃないかな。大森は爆アドだったしね、確かに。さあ、ロイちゃんの方が援軍処理ひたすらかかってます。ロイヤルチャンピオン能力解放。呪文を最初にたくさん使ってるんで、こういう時にリカバリの呪文がないっていうのはちょっと厳しいことの一つですかね。フリーズとかインビジブルとかあると、ロイヤルチャンピオンを救うことができたんですけど、さすがに援軍処理ね、ラバハウンドポイズンなしでずーっとやってて、殴られ続けると厳しいですね。
さあ、そうすると、スーパーホグの方もね、ロイヤルチャンピオンがついてないホグなので、火力としては結構下がってるので、ここで止まりそうかな。なかなかモノリスが硬い。ここで突破ができました。あとはウォーデンが押していくだけになるんですが、ちょっとさすがに対1クロス2本は厳しいかな。テスラがね、ここ入ったこともね、結構良くて、タウンホールのブロックで対1クロスとタウンホールをね、一緒に飛ばすみたいなことができたらよかったんですが、そしたらロイヤルチャンピオンも死ななかったかもしれないですね。結果的にはクイーンのための縦ユニットを少しケチったところが、第1クロス折れなかった要因にはなってたっていうところで、ギリギリを攻めるのがね、一番クラクラにおいて大事な要素なので、なしでいけるっていうところで、実際タウンホールまではいけたんですが、第1クロス折れなかったっていうのがちょっとキーポイントになったかな。難しいですね、この辺。ゴーレム使えば多分確実に取れたし、ただ、そしたらなんか、オーバーじゃないけど、守りすぎみたいな感じで、ゴーレム、半分ぐらい無駄になっちゃう可能性もあったし、アイゴレ入れたら、どこまでいけるか、微妙なラインかな、どうだろう。アイゴレ単品だとどこまで伸びたかとか、なんか、バルキリ入れてリクスケ対策できたとか、その辺のね、縦ユニットの選択、バルキリ入れるとか、エレクとかタイタン積むとか、アイゴレとかジャイアント2対とか、スーパージャイアントとか、ね、いろいろある中で、ベストを選ぶのはなかなか難しいですよね。この辺とか、クラウスとかはね、めちゃくちゃうまいんですけど、選択がね、結構正解だったりすることが多く、テスラによってね、結構崩されちゃうこともあるので、あってもいいような、やっぱ対策っていうのはね、なきゃいけないところで。イエティキングと10日弊社セットでジャンプで真ん中反対から突っ込んでいくような形ですね。スーパーアーチャー編成。スパーチャー自体は4体と結構少なめな印象あります。バルーンが今回はプカプカと入ってるんですけど、なんかトームかかったかのようになんかホーミングすり抜けて飛んできましたね。エレクトロタイタンもスーパーアーチャーもね、援軍に対して強いですね。さあ、このばらけたところでトームをかけていきます。こういう陸編成の時とかはユニットばらけた時、ドラゴンもそうですね。ユニットばらけた時っていうのはトームの打ちどころですね。エレクトロタイタンの方はヒーラーが離れて、今スーパーアーチャーとクイーンの方にヒーラーついているわけですね。基本はこの形の方がありがたいっちゃありがたい。ロイヤルチャンピオンを投石区画に入れていくことで中心部への横槍を入れないような形をとっていきます。ここもヒーラーついて、フリーズかけたいけど、ポイズンターンも入ったので解けました。クイーンも真ん中溶けちゃって、ウォーデンは姿を消してなんか疑似インビジブルが起きてますが、インビジブルにインビジブルをかけていって、ロイヤルチャンピオンもタウンホールのところ、レイジー。さあ、ここで止まりますかね。中央突破っていうところが、できずに終わってしまったっていうところが、大変かなと思います。クイーンなんか、だいぶ、ここで、入りで死んでるんで、ちょっと事故ってたみたいですね。ちょっと見逃してたっすけど。イーグルとかなんか巨額とか、なんか全部入って黒く打てなかったとかがあったのかな、これは。第1クロス入り続けて、なんかスプラッシュダメージが入った時じゃないと死なないので、これ。あとは破壊率稼いでいく形ですが、75で止まっていきそうですね。ナイス防衛です。75%。カズマくん、クイヒーのホグ、シューターに切り替えて、いろんなやり方でね、ボックス配置へのクイヒーは、カズマくんいろんなパターン見せてるんで、どういうやり方でやっていくか。毎回結構ね、テンプレートな形というよりは、クリエイティブ気味な全開の取り方も多いので、キングクイーンで今回はタウンクイヒーをやっていくようなやり方になりそうですね。バルーン当ててウォールブレイカー、そこつくんのしっかり分かってますね。いい形でつけていって。最悪拡張大砲とこの辺でクロスボウとかでね、ワンチャンできればいいなって感じだと思うんですけど、もうつくの前提のウォールブレイカーでしたね。タゲとかもしっかり取って。ジャイホグウィズでサイドを削っていって、対空砲まで削ることでヒーラーの横打ちが入らない形をとって、キングの方でサイドカットもしていったんですが、援軍の方も釣ってくれてますね。インビジブルかけてクイーンの方は右側の方から入ってくれるのもやってます。で、ここで援軍がクイーンの方に向かってくるんですが、ラバーハウンド当たるところしっかりレイジかけつつ、ユニコーンを防衛施設がたげってるので、そこを中心にポイズンを置いていきますね。12時の方もシューターしっかり刺さりつつ、外周部。アーチャーターがね、タゲ取ったんで、そこにバルーン投げたんですけど、ダメだったので、
まあ、ホグ1もしっかり刺してますね。フリーズかけつつ、上側の方は対地クロスがシューターの方に入ったので、スーパーガーゴイル。さあ、フリーズかけてからのストライカー展開。タウンホール爆破に合わせて、これは、ホグライダーも通常ホグも差し込んでいきますね。うま。クイーンがちょっと打たないんでね、クロスボウ。まあ、打てるとはいえ相当時間かかるので、ここはホグライダーで突破していって、もともとあの展開だと、ホグで削ろうって考えてたんじゃないかな。外周部にスケルトンを置いて、ホグで削っていって、終点、投石と、ロイヤルチャンピオンのところまで持っていく形を取ってますが、インビジブルしっかり残してますね。外周部もしっかり。いい巨爆バネだけど。サージカルホグ対策のこういうホグ、巨爆はちょっと、もしかしたらびっくりするかもしれないですね。ただ、そうすると中央止まんないっていうね。強いね。ウィヒーがめちゃくちゃうまかったし、ミスがない。マー君やっぱ、クイヒーもクリエイティブ。マジで世界で一番クイヒーがうまいかなって感じ。うまい。さあ、スケルトンインビジブルコウモリかな。多分そうなんですけど、クエク2枚も持ってきてるのはなんでだ ?1 枚は多分、クランジョを巻き込むスケルトンインビジブルの予備っていうかなんかそういう目的で持ってくる人たまにいますよね。なるほど。3施設狙ってくんですけど、ちょっとそれ幅感が広すぎるので無理ですね。ちょっとそれマス目計算ミスってるかな。2施設は同時にはここできない距離感なので、多分計算っていうか経験が足りないやつかな、これはどっちかっていうと。やってる人ならさすがにこれは無理だなってわかると思うので、レイジ置いて、タウンホールの方を突入れていく。さらにここクエイク揺らしていって、モノリスの方まで飛ばしたいような形なのかな。最悪もう一枚どっかでクエイク揺らしても面白かったですが、届く前に打ちたかったですね、タウンホールが。突撃艦がタウンホールに届く前に打つことができてたら、大工の方が、タウンホールとかモノリスとかではなく、大工自身をね、直すような感じにターゲットを取り替えるので、対地クロスが残ってて、この辺本当は最初の初手バルーンとかで折れる予定だったのかな。コーチが結構入っちゃってますね。ここもターゲットは空のオーデンとオウルが受けてくれてるので、クイーンの方はギリ温存されてますが、投石の方に入らなそう、これは。投石残っちゃいますね。そうか、当たり前か。投石をオールプランでやってんのか、もともと。じゃあこれはそういうルート取りなんだから、いいのか。確かにこれ、ここ折れてたらめっちゃ強いですね。投石2つがね、折れないんですけど、もし折れてた時のプランニングだと、面白そうですね、このアタックも。ロイヤルチャンピオン、ブーメランかけていって、あとクエイク1枚は、多分最初の予備だったと思うんで、しょうがないんで揺らすしかないですね、ここ。あとは裏の施設っていうのを回収するために、ユニットも残して、あと上の方はドラゴンライダーをヒーローと一緒にダイブしていく。投石とかいろいろ残っちゃったんで、ヒーローも溶けちゃった感じなんですけど。ギリギリどうだったか微妙なラインですかね。いろいろヒーロー延命のジャイアントとか、ウォールブレーカーとか、スニーゴブとか、この辺持ってきてるので、投石まで突破できてたらもしかしたらいけたかもしれないですね。特に今回とかウォーデンが残ってたので、ヒーローについててね。あの辺も投石機にたげられて死んじゃったんで、空罠なければ結構伸びたシーンかなというところでした。さあ、これでかなり防衛を続けてますが、80ちょっと。花火の方もね、前回の数はそんなに取れてないので、2本かないい防衛ですね。さあ、86%。さあ、星3。ワンチャンスパー、ないな。花火だな。多分タウン前花火です、これ。おでん像のどこか金庫のどっちかに花火だと思いますね、これは。違うわ。これスケルトンインビジブルか、これ。の、
クランジを巻き込まないやつか。スケルトンそんなにあったわ。じゃあ、どっちか、強いな、この3施設も。まあ、シンセが来て、こういうアタックをするうちに、ちょっとインスピレーションを受けたとか、そういうのはありそうですかね。似たような攻めをやってってますが。まあ、ここちょっとコウモリだったら、エアスイ吹いてるっていうところで、インビジブルの誤差で一瞬吹かれるタイミングがあるので、その辺でコウモリ採用をやめたのかな。ヒーローに釣られないとか、防衛説に対してコウモリの方がターゲット強いんでね、ダメージも当然高くなるんでね、コウモリの方がいいシーンっては多いんですが、今回はエアスイーパーがこうやって吹いてて、まあ投石っていうところもあるので、吹かれた瞬間に、初動ってなんかね、どうしてもね、出てくるタイミングでターゲット取っちゃうんですよね、なんかいろいろ。ただ、スーサイドパートはもともとやりたかったことやってると思うんですけど、かなり綺麗にできてますね。これでこっちの投石イーグル削れてたってことでしょう。相当綺麗ならヒーローパートできてます、これは。そしてそのウォールブレッカー、ダミー壁を開けるような目的だったと思うんですが、まあ、落下ダメージとかもね、死亡時ダメージとかでも開いていればマルチ IT まで打つことができたと。これは見てたヒーローパートはかなりうまく、結構デカめに削れそうな感じではあったんですが、ラバハウンドがまずはタウン前、マルチ前のところをバナ解除に走っていきつつ、タウンフォールフリーズかけて、さすがに裏のマルチ2本はきついかな。ロイヤルチャンピオンを多分この10時のね、担当に残してあるんですけど、そこにやはりそのまま投げて終点イーグル投石というところで持ってきました。マルチ IT が2本やはりタウン裏残ってって、まあ、クイーンがウォールブレーカーだけ入って、掘ることができてたら、だいぶ話しなかったかな。ストライカーがロイヤルチャンピオンを追っかけてるんですけど、ようやくたどり着いた。最中打ってから打ちたかったね。落としたと思って打ったと思うんですけど。さあ、ここも、初手に落とすはずだった2施設が残ってとのことなので、折ることできてたら相当いけてたって感じかな。まあ、スケルトンインビジブルもね、クランジョを巻き込んで焼くやり方とは別で、関係ないところにね、落としていくってやり方も当然ですけど、技術が必要で、難しいので、まあこうやって、星さんやシンセですらたまにミスってたりするので、惜しいですね、94%。最終アタック対戦相手、スーパーホグですね、クイヒ。タウンホールワンチャンス2ゴブで狙いますみたいな感じが。大はそれ、突撃艦そこ落ちるよ。結構ホーミングあってもおかしくない位置だけどな。まあ。チェックとしては全く足りてなかったですね、今の。だいぶリスキーな突撃艦は通りましたが、まあ、ハイリスク、ハイリターンみたいなね、やり方でやってってるので、リターンとしては結構ありますね。援軍釣り出しと投石角の突破っていうところで、まあ、リスクをかけただけのリターンはあったんじゃないかなという形です。VL チャンピオンかかってないんでね、その辺のくじ上のウィザードもだいぶいいカットになります。スニゴブはもうシンプルに資源系の施設を回収するために、まあ、おそらくキングをモノリスに入れるようなサイドカットを今やったんじゃないかなとは思います。ロイヤルチャンピオンもすげえ美味しい処理してる。からのホーミングチェックバレン。スニゴブを金庫に投げていきました。スケルトンの呪文もあるんでね、この辺をスケルトンでターゲット取って、ジャイキングとかを下に展開するのがいいんじゃないかな。キングの竹をクイーンで取るようなタイミング。さあ、早すぎるんですよ。両方早すぎたな、これ。クイーンでキング取んなきゃいけないのと、スケルトンからのキング、これはもったいないですね。丁寧にやってほしかったところ。スケルトンの呪文って落ちてから出てくるまでに時間がかかるので、即打ち即出しっていうのだとこうなってしまいます。ちょっと、あんまり見ないミスというか、もったいないですね。
スーパーホグ上から展開していきます。インビジブルでクイーンの方ギリギリですが延命かけてって、レイジの方はここはね、スーパーホグに打ちたいポイントではあるので、黒くここまで我慢してたのがね、偉いですね。さあ、上側のマルチ IT の方にはスーパーホグがちょっと寄ってないので、最終的にまだ寄らない。さあ、残ったホグライダーを刺すようなリカバリーを刺していきつつ、クイーンの方はここで落ちていきました。ちょっと下に避けてってね、キングに釣られて、下が走ったので、このタイチクロスが折れなかったとか、その辺もちょっとキングのシワ寄せっていうのが出てますね。フリーズも1本キングのために使っちゃったし。さあ、あとは、ちょっとホグのね、入りの場所だったところが残りつつ、終点のクイーンのところも残っていってと。ナイス防衛。はい、終わりまして、12対11ということでね、ナイス勝利でした。防衛が今日は光ったシーンですね。7防衛ですね。両者合わせて3000回と、比較的少なめの方には当たるかなというところでした。確かこれベスト4かベスト4かなベスト4かベスト8ぐらいのところまでのね、大会で来てたので、この環境下でこの12対11っていうのは結構ロースコアの方なので、こういう試合をね、勝つことができたのは非常にいいんじゃないかなと思います。普段のね、防衛が。多分クラッシュマスターズで使った配置そのまま使ってるみたいな感じだと思うんですけど、そういった用意した配置っていうのがやっぱり普通に強かった証拠ですかね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いしましょう。さあ